皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1125日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1280名、戦車8両、装甲戦闘車16両、砲81門、多連装ロケット5両、防空システム1機、ヘリ4機、ドローン146機、その他車両117両、となっています。戦線全体では、147回の地上戦の報告がありました。ヘリの損失は後ほどお伝えしますが、ベルゴロドで駐機中の4機が破壊されました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシア外務省のザハロワ報道官49は、ロシアで有名な歌手の葬儀に参加し、鮮やかな水色のドレスを着たことで話題となっています。ドレスは体にぴったり合う優雅なもので、通信販売のサイトでは、スプリングヌードルミディという印象的な名前で売られ、写真ではモデルの女性が着こなしてポーズをとっていて、白色のラインが体の線をより際立たせて見せています。ちなみに、ザハロワ報道官が着用したドレスは2753ルーブル4200円で購入でき、動画ではシークレットサービスとともに人々の注目を集めながら、颯爽と足早に歩いているのが印象的です。ネット上のコメントでは、ロシア外務省はおへそまでタイツを履き、腹部を戦略的に2つの勢力に分断した。これまでの華麗な外交交渉で飲み干した辛口ワインのボトルの本数が赤い顔にも現れている。とか、気が利いた発言で世界を驚かすことができなければ、外見で驚かせるしかない。とか、伸びた麺、安っぽいフライパンで焼いたパンケーキの生地など厳しいコメントが寄せられています。2番目。ロシアで最も正統派とされるプロパガンダチャンネルのツァルグラードは突然内容が変更され、経済危機について語り始めました。記事によると、ツァルグラードは極右プロパガンダメディアの一つとされ、つい数日前もロシア軍がオデーサに侵攻し占領を開始したなど、ロシア人にとって耳障りのいいデタラメを放送し、反ウクライナ、反西側感情を日々育てています。しかし、直近のレトリックには、劇的な変化が生じ、西側の制裁によるロシアの苦境、被害という言葉を使い、ロシアの深刻な真実を伝え始めました。司会者は、原稿を見ながら、西側の制裁は効果を発揮し、コストが上昇し、国内に深刻な被害が発生している。例えば、飛行機では、航空機の製造もできなければ、運用でも困難が増えている。国産のスホーイスーパージェット100も MS21 も発売は延期されている。これを解決する方法がない。航空機の部品が作れないのだ。しばらくは共食い整備でしのげるとしても、と述べた後、司会者は、そこで数千億ルーブルを横領しているビジネスマンがいると、巨額のポッケないないしている人物がいることも強調しました。3番目。ちなみに、イギリス国防省でも同様に、ロシアでは、インフレにより、今年予定されている軍事費では、戦争に必要なものは揃わない。生産目標を達成するには、インフレの分、余計にコストを上乗せする必要があると指摘しました。これを簡単な計算で考えると、仮にインフレ率が政策金利とほぼ同じ 20% とすると、去年と同じ予算では、去年の8割の数しか生産できず、逆に
去年と同じ数量を生産したければ、1割る 0.8 で 125% の予算をかける必要があるということです。さらに、定期報告では、ロシアの企業経営は困難を極め、ロシア経済は全体で見れば、おととし後半から停滞にあり、今後、民間部門で企業倒産が増加するだろう。これにより、ロシア経済は、ますます軍事産業に依存することとなると指摘しました。記事では、信用危機は11月から12月にかけて始まり、今、銀行はあらゆる手段を通じて危機を覆い隠そうとしていると指摘しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そして、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は、雪のち雨。最高気温11度、最低気温3度。今日の天気予報は、曇りとなっています。この方面で、ルシアン軍は、25回の攻撃、19回の空爆を行いましたが、ルシアン軍の前進は見られず、戦況図に変更はありませんでした。ルシアン軍の戦力は一部ベルゴロド方面に取られている可能性があり、奪還作戦は足踏みとなっています。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が攻撃を行っています。この方面では情報が限られ、戦況図に影響のある情報はありませんが、ルシアンの軍事ブロガーによると、ウクライナ軍は、デミドフカの集落を制圧したものの、ルシアン軍が反撃し、ウクライナ軍は集落に足場を築くことができなかったと伝えています。また、別の軍事ブロガーは、ルシアン軍は撤退し、ウクライナ軍が占領した我が軍の強力な火力部隊が反撃したとも伝えています。一方、ウクライナ軍はベルゴロドの後方で、KA-52 ヘリ2機、MI-8 ヘリ2機を破壊し、映像を公開しました。情報によると、奇襲攻撃を仕掛けるために、前線に近いところで、駐機場としていた場所をウクライナ軍が発見し、砲撃とハイマースで破壊したとのことです。さらに、プリレシエの東にあるレピャホフカでは、地元住民が避難した家にルジアンが侵入し、略奪を行ったとのことです。地元テレグラムチャンネルによれば、少なくとも20軒の家が略奪に遭い、家の中に酒の空き瓶が転がっているだけでなく、いくつかの家には酔っ払った兵士や兵士の亡骸が横たわっていると伝え、地元住民はショックを受け、助けを呼ぶことすらできないと伝えています。また、地元住民は屋外にはドローンが多数飛び交っているため、村から出ることはあまりにも危険で、ベルゴロド州知事は戻ることも危険だと警告しています。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは4回攻撃を行いました。そのうち、最近お伝えしているボフチャンスクでは、位置情報付きの映像によると、春の訪れとともに、ルジアンの活動が活発化しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第57自動車化歩兵旅団のもので、地図のアパート上を旋回して、ルジアンを観察している様子となっています。この場所は、先月18日に、隣の赤い屋根の建物をウクライナ軍が奪還したとしていますが、再度30メートルほどの範囲で係争地に行進しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は21回、シベルスク周辺では3回、
チャシフヤール方面では郊外で1回、トレツクの方向は22回攻撃を行いました。クピャーズク方面。この方面では、ルジアンは日和見的な攻勢を仕掛けています。そのうち、クピャンスクの北にあるドボリチナでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが西に前進を試み、ウクライナ軍はドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第42機械化旅団のもので、確認できる範囲では、ルジアンの最先端は、地図で示した場所となっています。戦況図では、この場所までルジアンが前進したとして、戦況図を更新しました。面積は1平方キロになり、ルジアンは40日で800メートル、1日あたり20メートルで、毎日家2軒分ほどのスピードで前進しています。スバトベ・クレミンナ戦。この方面では、ウクライナ軍が反撃を行い、集落を奪還しました。そのうち、スバトベの西にあるナディアでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が30時間にわたる奪還作戦を行いました。ナディアは、今月の16日にロシアン軍が占領した可能性があり、その後、2個連隊がこの集落にいましたが、壊滅しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3突撃軍団の第1突撃大隊のもので、その様子の一部となっています。戦況図では、ナディア全体をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は3平方キロになります。トレツク方面。この方面では、激しい地上戦となっていて、市街地では、ウクライナ軍が包囲される危険性がある中で抵抗を続けています。ウクライナ軍のザポロジェツ報道官は、トレツクの戦況について、敵は過去24時間で119人が無力化された。無線傍受した情報からすると、ロシアン軍は、膠着した戦局を打開するため、装甲車を投入する可能性があると報告しました。そのうち、スタジアムの西側のアパートでは、ロシアン軍が誘導砲弾で建物を砲撃していて、その位置から戦況図に変更はなく、激しい陣地戦となっています。ご覧いただいているのは、ロシアン軍のもので、地図で示した場所の様子となっています。もはや、建物の原型はなくなっているのが確認できます。一方、ウクライナ軍は、ドローンで空域を支配していて、ルジアンは外に出ることができずにいます。これを含めて、今のところ、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では44回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で17回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、接触線全体に攻撃を仕掛け、局所的に激しい地上戦となっています。そのうち、ポクロフスクの東側にあるボディアーネドルヘでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が郊外から集落に近づき、掃討作戦を行っている映像があり、集落にルジアンが入った可能性があります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第1戦車旅団のもので、地図の付近で南東の方向からウクライナ軍の戦車が近づき、集落内のルジアンを観察しているところとなっています。位置関係からすると、ルジアンがウクライナ軍の監視をすり抜けて集落に到達した可能性があります。また、雪が降っているので、映像がやや古い可能性もあり、戦況図ではその位置関係だけ記入しておきました。それ以外には、ルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。これらの方面では陣地戦に移行し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で
ルジアンは2回攻撃を行いました。ドニプロ川方面。この方面では、戦況図に変更はありませんが、ノバカホフカでは、ウクライナ軍がルジアンの基地を空爆し、水上艦艇、軍事装備、工兵装備などが保管されていた基地を破壊したとの情報があります。その他、クルスクでロシアン軍がガスパイプラインを伝って奇襲作戦を行い、多大な損失が発生したことは以前お伝えしましたが、その後スジャが奪還されたことから、美談として後世に伝えられることとなりました。エカテリンブルグの血の教会では、このパイプラインのレプリカが展示され、記念式典が開催されることになりました。本物のパイプラインでは、15キロ歩く途中に多くが窒息し、火傷を負いましたが、そのようなことを知ってか知らずか、25日に除幕式が行われ、スジャと書かれたパイプでは、市民が30キロの荷物を背負って、長さ16メートル、直径 1.4 メートルのパイプラインを通ることができるようになるとのことです。教会では、歴史に残る作戦で愛国兵士が体験したことを感じ、理解することができるとしています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。